皆さん、こんにちは。陽介です。いつも見てくれてありがとうございます。先日、ニュースで気になる話題がありました。財務省が70歳以上の医療費を現役世代と同じ3割にすべきと提言したというニュースです。提言というのは、こうした方がいいですよという意見や考えを正式に出すことですね。今、日本ではお年寄りの病院での支払いは原則1割か2割なんです。それを現役世代と同じ3割にしようという話です。これは結構大きな話ですよね。賛成する人もいれば反対する人もいる。今日はこのニュースについて私なりに考えたことをお話ししたいと思います。このニュースは2026年4月28日にちに出たものです。財務省という国のお金を管理する役所があります。その財務省の中の財政制度等審議会という会議で出された提言なんです。財政制度等審議会というのは難しい名前ですよね。簡単に言うと、国のお金の使い方について有識者が話し合う会議のことです。有識者というのはその分野に詳しい専門家のことですね。その会議の中でこんな提言が出されました。70歳以上の人の病院の窓口負担をできる限り早く3割にすべきだ。窓口負担というのは病院で診察を受けた後に受付で実際に払うお金のことです。ここで今の制度を簡単に整理しておきますね。今、日本の窓口負担はこうなっています。69歳までの人は3割、70歳から74歳の人は2割、75歳以上の人は1割。ただし、年収が現役世代並みに高い人は、年齢に関係なく3割を払っています。日本に住んでいる人なら、外国人の方も含めて、みんな何かの健康保険に入っています。だから、病院に行った時の支払いは一部だけで済む。本当にありがたい制度なんですよね。でも、その制度を今見直そうという動きがあるわけです。今日はなぜそんな提言が出たのか、そしてそれに対してどんな声があるのか、私なりに整理してお話しします。ではまず、財務省はなぜこんな提言を出したのでしょうか。財務省の狙いは大きく2つあると思います。1つ目は現役世代の負担を減らすこと、そして少子化対策にもつなげたいという狙いです。これはどういうことかというと、日本では今、お年寄りの数が増えています。その分、医療費もどんどん増えているんですよね。日本全体の医療費は年間で54兆円とも言われています。これはすごい金額ですよね。その医療費を誰が支えているか、もちろんお年寄り自身も保険料を払っています。でも、それだけでは足りないんです。だから、現役世代の社会保険料の一部がお年寄りの医療費を支えるために使われている。こういう仕組みになっているんです。社会保険料というのは、健康保険や年金のために毎月給料から引かれるお金のことです。これがすごく高いんですよ。私も会社員だった時代、給与明細を見て驚いた経験があります。給与明細というのは、お給料の詳細が書いてある紙ですね。例えば、月収30万円の人だと、社会保険料だけで4万円以上引かれることもあります。年間にすると50万円近くになりますよね。これが現役世代には本当に重いんですよね。この負担が増え続けると、若い人の手取りが減ります。
手取りというのは税金や保険料を引いた後に実際にもらえるお金のことです。手取りが少なければ結婚や子育てを諦める人も出てくる。だから少子化にもつながっていくという話なんです。財務省の方が記者会見でこんな風に話していました。若い世代の保険料負担を減らして可処分所得を増やすことを加速したい。可処分所得というのは自由に使えるお金のことですね。つまり若い人の手取りを増やしたい。だからお年寄りの窓口負担を上げようという話なんです。財務省の狙いの2つ目は医療費全体を抑えること。これはちょっと言いにくい話なんですけどね。窓口負担が1割から3割に上がると、人によっては病院に行くのをためらうようになります。ちょっと体調が悪いけど3000円も払うのか、そう思って行くのを我慢する人が出てくる。そうすると結果的に国全体の医療費は減る。これも財務省の狙いの一つだと思うんです。こうやってお話しするとちょっと冷たい話に聞こえますよね。さて、この提言に対しては当然強い反対の声も上がっています。特にお年寄りの方からの批判ですね。一番大きな声はこういう内容です。ギリギリの年金で生活しているのに、医療費まで3倍になったら生活できない。今、1割負担の人が3割負担になるということは、単純に支払いが3倍になるんです。例えば、ある月の医療費が3万円かかったとします。今までの支払いは3000円で済んでいた。それが9000円になる。健康ならいいんです。でも、お年寄りになると、毎月のように病院に通う人もいます。そういう方にとって3倍の負担というのは本当に大変なことなんですよね。年金は増えないですしね。むしろ物価が上がっている今、年金の価値は実質的に下がっています。そんな中で医療費だけ3倍。それはちょっと厳しいよ。そう思うのは当然のことだと思います。それからもう一つ懸念があります。受診抑制という言葉です。受診抑制というのは本来は病院に行った方がいいのにお金が心配で行くのを我慢してしまうことですね。これが起きるとどうなるか。病気が重くなってから初めて病院に行くことになる。早めに見つけていれば簡単な治療で済んだものが手遅れになって大手術が必要になる。そうなると結果的に医療費はもっとかかってしまうんです。目の前のお金は減ったけど、長い目で見たらもっとかかった。そんなことになりかねない。私自身、数年前に母が手術を受けたんです。お腹の調子が悪くて、3泊4日の入院と手術をしたんですね。あの時、支払いは3万円ほどで済んだんです。これは健康保険のおかげでした。本当にありがたいと思いました。もし、あの時、母の年齢で窓口負担が3割になっていたらどうなっていたか。3万円ではなく、もっとかかっていたと思います。そう考えると、お年寄りの方の不安はよくわかるんですよね。医療費の問題は頭では分かっていても、実際に自分の家族の話になると考えが変わってくる。これは誰でもそうじゃないでしょうか。さて、ここからが今日の本題と言ってもいい部分です。私はこの問題について、ある医師の意見を YouTube で見たんですね。その先生はこう言っていました。一律に3割にするのは平等であっても公平ではない。平等と公平。皆さん、この2つの言葉の違い、意識したことはありますか？日本語を勉強している方には
これ結構難しい話だと思うんです。簡単に説明しますね。平等というのはみんな同じという意味です。全員に同じルール、同じ条件を当てはめる。それが平等です。公平はちょっと違います。公平というのはそれぞれの状況に応じて適切な扱いをすることです。全員が納得できるような結果になるように調整する。それが公平なんですよね。例え話をします。マラソン大会があったとします。20歳の人にも80歳の人にも同じ42キロを走らせる。これは平等ですよね。でもこれって本当に公平と言えるでしょうか？ 20 歳の人と80歳の人では体力が全然違います。80歳の人にとって42キロは命に関わる距離かもしれない。だから年齢に応じて距離を変える、コースを変える。それが公平という考え方なんです。ちょっと極端な例ですけどね。医療費もこれと似ているんですよね。若い人と高齢者では体の状態が全然違います。高齢になれば免疫力が下がってきます。免疫力というのは病気と戦う体の力のことですね。だからお年寄りは若い人よりも病気になりやすい。そういう人に若い人と同じ3割を求めるのは平等ではあるけれど公平ではない。そうその先生は言っているんです。これを聞いて私はなるほどなと思いました。そういう見方もあるんだなと。ただ正直に言うと私の中ではちょっと違う気持ちもあるんですよね。確かに年を取れば体の悪いところは増えてきます。それは間違いないと思います。でも病院で受ける医療そのものは若い人もお年寄りも同じじゃないですか。例えば同じ薬を同じ量だけもらう。同じ検査を同じように受ける。同じ手術を同じ先生にしてもらう。それなら払う割合も同じというのも納得がいくんですよね。同じサービスを受けたら同じ費用。これはこれで分かりやすい考え方だと思うんです。もちろん私が70歳になっていないからそう言えるのかもしれません。これはちゃんと自覚しています。自分が80歳になって毎月病院に通うようになった時同じことが言えるか、それはわからないんですよね。立場が変われば見方も変わる。これは人間として正直なところだと思います。ただここで一つ私が思うことがあるんです。そもそも年齢で区切るというのがもう古いんじゃないかなと思うんですね。70歳だからお金がない。40歳だからお金がある。本当にそうでしょうか？今は70歳でも元気に働いている方がたくさんいます。日本では70歳から74歳の人の3人に1人がまだ働いているそうです。一方で現役世代の中にも生活が苦しい方はたくさんいます。若くてもシングルマザーで子供を育てながら必死に働いている方、病気を抱えながら何とか仕事を続けている方、そういう方には3割の窓口負担も決して軽くないですよね。だから年齢で機械的に分けるのではなくて収入や資産で区切る。これがこれからの考え方になっていくんじゃないかなと思うんです。資産というのは貯金や家、土地などの財産のことですね。通常、お年寄りの方が若い世代よりも資産を多く持っていることが多いと言われています。長く働いて貯金や投資を積み重ねた結果ですから、それ自体は素晴らしいことです。でも、給料という形での収入は少ない。だから書類の上では低所得者に見えるんですよね。そうすると本当はお金に余裕があっても軽い負担で済んでしまう。これはちょっとおかしいんじゃないかという議論もあるんです。
逆に現役世代の中には、給料はそこそこあっても住宅ローンや教育費で自由に使えるお金はほとんどないという人もいます。書類の上では高所得者でも実際の生活はカツカツ、そんなケースもありますよね。だから本当の意味で公平を実現しようと思ったら、年齢ではなく収入も資産も両方見て判断する。それが一番納得感のある仕組みかもしれません。ただ、これは簡単なことではないんですよね。全員の資産を正確に把握する仕組みが必要になります。銀行の貯金、株、家、土地、全部を国が把握するのは技術的にもプライバシーの面でもなかなか難しい。プライバシーというのは個人の情報ですね。だからすぐには実現できないかもしれない。でも目指す方向としては、こういう年齢ではなく本当の支払い能力で判断するという考え方がいいんじゃないかと思います。ここで一つ日本語の表現を紹介させてください。身の丈に合ったという言い方があります。身の丈というのは自分の身長のことから来ていて、自分の力や状況という意味で使う言葉ですね。身の丈に合った負担。これが本来あるべき姿なのかと私は思います。それからその先生はもう一つ大事なことを言っていました。実は提言に賛同できる部分もあると。それは日本の医療には無駄な医療が多いという指摘です。無駄というのは必要ないのに行われているということですね。なぜそんなことが起きるのか。日本の医療機関の多くは民間なんです。民間というのは国が運営しているのではなく、個人や会社が経営しているということですね。民間の病院は当然ですが、経営を成り立たせなければいけません。赤字になったらお給料も払えない。だから患者さんになるべくたくさん来てもらう。たくさん薬を出す。入院もしてもらう。そういう構造にどうしてもなりやすいんです。結果として必要以上の医療が行われているという指摘があるんです。実は私も思い当たる場面があります。たまに病院に行くことがあるんですけど、待合室を見るとおじいちゃんおばあちゃんでいっぱいなんです。皆さんなんだかリラックスしていて、知り合い同士でおしゃべりされている。悪く言うつもりは全くないんです。むしろ地域のコミュニティとして大事な場になっているんだなと思います。コミュニティというのは地域の人のつながりのことですね。でもそれが本当に必要な通院なのかというと、うーんと考えてしまう部分もあります。お年寄りの方が誰かと話したくて病院に行く。その気持ちはわかりますけど、通院の医療費は現役世代の保険料からも支えられている。そう考えると、ちょっと複雑な気持ちにもなるんですよね。さて、ここまでいろいろな話をしてきました。財務省の狙い、お年寄りの方の不安、平等と公平の違い、無駄な医療の問題。私には子供が2人います。中学生まで医療費がタダで本当に助かっています。熱を出した、転んで怪我をした。そういう時、お金の心配をせずにすぐ病院に連れて行ける。この安心感は子育てをしていると本当に大きいんですよね。母も健康保険のおかげで安心して手術を受けられました。体の調子が悪くなったらすぐにお医者さんに診てもらえる。これが日本の医療制度の一番素晴らしいところだと思います。この素晴らしさは何としても守りたいんですよね。最終的には社会保障の制度が破綻せず、社会保険料をこれ以上上げない。これをぜひ何とか実現してほしいと思います。破綻
というのは制度が成り立たなくなることですね。社会保障というのは健康保険や年金などみんなで支え合う仕組みのことです。これからもこの問題は議論が続いていくと思います。最後に皆さんに質問があります。皆さんの国では医療費の負担はどうなっていますか？お年寄りと若い人で違いはありますか？そして皆さんは平等と公平、どちらが大事だと思いますか？これは意見が割れますよね。ぜひコメントで教えてください。この動画が皆さんの日本語の勉強の役に立ったら嬉しいです。いいねボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Yosuke teaches Japanese every day, bringing words and phrases, come what may. From hiragana to kanji, you'll see. Learning's fun with Yosuke, come with me.